皆さんこんにちは。このチャンネルでは日本語を学んでいる皆さんに日本の文化やトレンド、そして私が日々感じたことを分かりやすい日本語でお届けしています。さて皆さん最近はいかがお過ごしですか？私は前回のエピソードでも少しお話ししましたが、引っ越し準備の真っ只中です。片付けをしていると懐かしいものが出てきたりして、東京に引っ越してきてからあんなこともしたなとか、あの時ああだったなとか、いろんな思い出が自然と蘇ってきました。東京に住むのは小さい頃からの夢だったので、ワクワクした気持ちで東京での生活が始まって、楽しい思い出がたくさんあります。一方で、実際には思い描いていたほどキラキラした場所ではないんだなと思い知らされた出来事もたくさんありました。今回の引っ越しで東京での生活は一旦終わりになるので、今日は東京に住んでみて実際どうだったかについてお話ししていきます。東京に住んでみたいなとか、東京での暮らしってどんな感じかなと思っている人の参考になれば嬉しいです。最初に東京に住むきっかけなんですが、私は地方の田舎町で生まれ育って、就職を機に東京に住むことになりました。小さい頃から東京にはとても憧れていました。家族が一時期東京に住んでいたこともあって、たまに旅行で訪れることがありました。当時小学生だった私にとっては、見るものすべてが新鮮で、街も人もキラキラして見えて、将来は絶対に東京に住むと考えていました。それから10年くらい経って、無事東京の会社に就職することが決まった時は、とても嬉しかったです。念願の東京暮らしだとワクワクしていました。私が約4年東京で暮らして感じたメリットとデメリットを順番にお話ししますね。まずはメリットですが、メリットは3つあります。1つ目は選択肢が多いということです。おしゃれなカフェや美味しいレストランはあちこちにあるし、買い物する場所もたくさんあるので、いつもどこに行こうか迷うくらいです。週末には東京のいろんな街でいろんなイベントが開催されているので、お出かけにも困らないです。休みの日にどこに行こうかな、何をしようかなって考えるのはすごく楽しかったです。なので、お出かけしたり、カフェやレストランに行ったり、外出するのが好きな人には東京はとてもいいところだと思います。あと、東京は人も多いけど、それと比例して会社も多いので、仕事を探すときも選択肢がたくさんあります。大手企業も小さな企業も本当にたくさんあるので、自分がやりたいことやチャレンジしたい仕事を見つけやすいです。キャリアの幅を広げたい人にはいい環境かなと思います。2つ目は交通の便利さです。田舎だとそもそも地下鉄がなかったり、電車やバスも1時間に1本しか来ないということがよくあります。なので、車がないと買い物に行ったり、ちょっとお出かけしたりするというのも大変で、不便に感じることが多いです。でも、東京では車がなくても全く心配がいりません。東京では電車は数分ごとに来るので待つ時間が少ないし、たくさんの電車やバスの路線があるので、いろいろな街や観光地に乗り換えだけで行けます。だから車がなくても特に困らないし、むしろ電車やバスの方が早くて安くて便利だなと思います。3つ目はいろんな人と出会えることです。東京には1400万人以上の人が住んでいます。これは日本にいる人たちの約10人に1人が東京にいるということです。東京には日本全国、世界各地から来た人や、いろいろな仕事をしている人がたくさんいます。だから、東京にいるとたくさんの新しい人と出会うことができます。東京は学校やイベントなどの数も本当に多いので、いろいろな場所で新しい人と出会うチャンスがたくさんあります。たくさんの人に出会うことで新しい友達ができたり、知らなかったことを学んだり、自分の世界が広がることもあります。実際に私もいろんな人と出会って視野が広がったし、いろんな生き方があるんだなと学ぶことができました。一方で、田舎では住んでいる人が少なく、新しい友達を作る機会が少ないです。
コミュニティも閉塞的になりがちです。なので、人と関わるのが好きだったり、人とのつながりを広げたい、そして自分の世界を広げたいと思う人には、東京はとても楽しい場所になると思います。ここまではメリットについてお話ししましたが、もちろんデメリットもあります。デメリットの一つ目は家賃が高いことです。例えば、東京で一人暮らしをするための部屋を借りようとすると、家賃は平均で10万円ほどかかります。しかも、家賃が高い割には、部屋の広さはそんなに広くないことが多いです。交通の便利な場所や人気のエリア、あとは新しい物件を選ぶと家賃がもっと高くなることもあります。一方で田舎であれば東京と同じくらいのクオリティの部屋を借りるのに家賃が半分くらいで済むことも珍しくないです。広さもゆったりしていることが多いので広い空間が好きな人や費用を抑えたい人にとっては東京の家賃は特に負担に感じると思います。二つ目は人がとても多いことです。東京は日本で一番大きな都市で多くの人が集まるため、いつもどこかが混雑しています。いろんな人に出会えるという点ではメリットなんですが、毎日のように人混みを通り抜けたり、混雑した場所で過ごしたりすることはストレスになります。特に通勤通学の時間帯の満員電車はとっても辛いなと感じる場面です。電車の中はぎゅうぎゅう詰めで身動きが取りづらいほどの混み具合で窮屈に感じることも多いです。東京で何年も生活してもあの混雑に慣れるのは難しくて私は毎日負担に感じていました。なので人が多いことがストレスになるのは東京に住むデメリットと言えるかなと思います。3つ目は自然が少ないことです。東京にはビルやマンション、商業施設がたくさんあります。なので、田舎のように木や草がたくさん生えている場所や、のんびりできる自然の風景はあまり見られません。具体的に言うと、山や川だったり、大きな公園のような場所が東京には少ないです。もちろん東京にも公園や緑がある場所もあるんですが、そのような場所は限られているんです。なので、のんびりと自然を楽しんでゆっくり過ごしたいなという人には不向きかなと思います。東京で生活することのメリットとデメリットを3つずつ紹介してみましたがいかがでしたか？簡単にまとめると、東京で生活するメリットはお店や仕事などあらゆることの選択肢が多くて交通がとても便利でいろんな人と出会えることです。仕事もプライベートも活発に行動したい人や賑やかな雰囲気が好きな人にはとても暮らしやすいかなと思います。一方デメリットはどこに行っても人が多く混雑していて少しせわしない雰囲気があることや家賃が高いことです。なので静かな場所で自然とともにのんびりとした生活を送りたい人には田舎の方が暮らしやすいと思います。東京はいろんな魅力が詰まった素晴らしい場所であることは間違いないですが、その環境が合うかどうかは人それぞれだと思います。私の周りにも一度東京に住んでみて、もう東京には住みたくないという人もいれば、一生東京に住んでいたいという人もいます。実際に住んでみないとわからないこともたくさんありますよね。なので私自身良かったこと悪かったこと全部含めていい経験ができたなと思っています。今日お話ししたことはあくまで私が実際に東京に住んで感じた個人的な意見なので別の意見もあるかもしれません。なのでもし東京に住んだことがある人がいたらどんなメリットやデメリットがあったかぜひコメントで教えてください。今回のエピソードが少しでも東京での生活を考えている皆さんの参考になれば嬉しいです。ぜひ東京での生活を楽しんでくださいね。もしこのエピソードを楽しんでいただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。感想やリクエストがあればコメントで教えてくれるととても嬉しいです。これからも日本の文化や楽しい話題をたくさんお届けしていきたいと思っているので、次回のエピソードもどうぞお楽しみに。
それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。